皆さんこんにちは。日本に住んでいる香港元プロデネシスと申します。本日はですね、アレックスが台北ゲームショウで使用できるということで、去年の前使用動画と同じように、またストー6のために台北に来ました。それでは世界最速のアレックス使用感想リポート始めていきましょう。まずは残念ですが、ゲームショウは撮影禁止だったため、ストー5の映像も使って解説します。まずは通常技。中足はストー5のモーションと一緒。キャンセルはさすがにできないね。しゃがみ中 P もモーションは一緒。キャンセルはできる。けど、距離はストー5より短いと思う。しゃがみ大パンチはこっちの新しいのモーション。モーション自体は昔と違うですけど、エッドの中足にちょっとだけ似てる。手は短いですけど、だからエッドの中足より対空もできる。タッチタイ P はもともとキャンセルはできない。ためたいパンチの方がキャンセルはできる。そしてパニカウントカウンターなしでもフラッシュチョップをつながります。こっちのキックは特殊技、後ろ中継。その後はタチコパもつながります。こっちの小足出足はタケコンです。プラカンとラッシュからはつながります。こっちの天空壁事件はガットされるとアレックス自体のタッチタイ P とか坂みたいパンチとか確定される。こっちのフラッシュチョップのキック派生は実はパニカンなしでももともと同じの演出が入ります。でもね、今のフラッシュチョップはガットされるとさすがにパワードロップはできない。だからストー6の中に闇ドロップはさすがに存在しない。パワーボムは弱中体全部のモーションは一緒。構えたい P ガットの後で弱パワーボムの前です。ストー6のフラッシュチョップはガットされるの時は有利だからフラッシュチョップの後でも弱パワーボムできます。構えの解説ですが、構えの有力は下 PP。まず上有力で構えを解除。後ろ有力でバックロールが出せます。次、構え中の弱攻撃は他にの背勢技へキャンセルできます。例えば中背勢とか、こっちの弱から大背勢とか。最後に構え弱攻撃の後でそのまま続きに構えの状態になります。だから構えを解くには自分に上緩くするの必要があります。トレーナーのここは構え弱の後でそのまま投げを押して、これは構えの投げです。こっちのガイル大足は実はタケコンです。有力は構え体系1段目だけ2段目出ないでもできる。構えタイ P は必殺技とかラッシュとか一斉キャンセルはできない。構え投げは2種類がある。まずは普通の投げ。こっちは構え投げです。パニカンで決めると違うのモーションのデスパレボムになります。トレーナーの中にのこっちのスパイロー DDT は有力は構え下投げです。パニカンのバージョンです。でも普通のデンジャラスアプローチはモーションは大体似てる。最後はモダンアレックスです。まずモダンアレックスの強みは技がいっぱいある。構えの背勢は全部持ってます。パンチの背勢は攻撃ボタンを押してそのままで、キックの背勢は下を押してそこから攻撃ボタンを有力。特殊技も全部持てる。中段も天空ペケ事件も後ろ中継もタケコンもハードコマンド大のフラッシュチョップも、だから全部持ってるじゃん。特別のところは前 SP と下 SP は同じにエアニースマッシュ。下 SP は大のエアニースマッシュ。だからコンボの時を使う。前 SP は対空のバージョン。だから対空の時は前 SP に使う。でもね、中攻撃は立ち中 P なので、アシスト中は坂道中 P なので、中継は持ってない。アシスト弱は弱系フラッシュアックス。中アシストは坂道中 P、OD フラッシュチョップ。アシスト大は立ちタイ P フラッシュチョップ。でも立ちタイ P はもともとキャンセルできない。だから大アシストコンボやりたいならこのようにホールドしかない。初心者にとってちょっと怪しいかも。アレックス報告は以上となりました。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを登録していただけると嬉しいです。それではまた。バイ。